今日はこの2本の図書です。これももう作業後の木なんですけれども、この2本は挿し木した素材で、それに陣、これとかこの部分ですね、陣をくっつけた後の姿になります。この2つのくっつけた部分はもともと1本の木で、以前枯らしてしまった図書を、リメイクしたという感じです。ちょっと予定と違うことにはなりましたけど、原型はこちら。大和賞の残骸です。去年枯らせてしまったんですよね。すごい大事にしてたんですけど、思い入れのある木だったので処分できずにいるんですけれども、このまま朽ちていくと思われましたが、もう一度盆栽にする時が来たようだ。こういう枯れちゃった木で捨てられない木って多分ね、これを見てる皆さんも絶対あると思います。ないですか？もうこれは死んでますから、他の図書の苗のシャリに使いたいと思ってます。こういうのをタヌキって言いますよね。化けるっていう意味でタヌキ盆栽って言われてるのかなとも思うんですけど、他の木って書いてタヌキがタヌキになったっていう説も盆栽キューさんのブログに書いてありました。どっちもありですよね。面白いですよね、語源が。今回はこの亡骸とこの挿し木の性のいい図書の苗、こちらをこうフュージョンさせて一つの盆栽の素材として日の目を浴びさせようかと思ってますこういうタヌキとか作る時に必須アイテムが2つあります。1つ目は皆さんご存知のこの石灰溶合剤ですね。でもう1つがこちら、木固めエース。ちなみにこれは木固めエース復旧会さんっていうところで販売されているもので、私もそこの普及会さんのオンラインショップから購入しています。本当はこのまま使いたいんですけど、細かいところは持たないだろうし、こうね、陣じゃないところを白くしたり木固めエースで固めちゃうと不自然になっちゃうので、できるだけ硬いところを残せそうなところまで除去して使いたいなと思います。面影を少しでも残せたらいいなと思うんですけど、もしかしたらほとんどなくなっちゃうかもしれないんで、一番不安な工程です。はい。あれ、なんかいるぞ。あアリさんがいました。あら、ちょっと住処を奪ってしまいます。細かいところまで、ヤスリとかで硬いところまでちょっと削っていきます。結構大変な作業になっちゃったな。でもやっぱこのベース作りは大事ですよね、多分。よし、はい、こんだけ取っちゃいました。具の方はこの2つ分にしちゃいましたけど、こんな細くなりました。結構着痩せするタイプ。私と一緒ね。結構いい感じで残ってよかったです。こんな感じになりました。これにまず石灰溶合剤を塗りたいと思います。乾いた木に石灰溶合剤かけると弾いちゃうので、事前にちょっとね、水をこう霧吹きでかけてちょっと湿らせて水分を含ませておきます。でちょっと半乾きぐらいになってから塗ります。よいしょ。はい、でこいつこれに塗っていくよ。見にくい、全然見えない。どうなってる？濡れてるか？塗りました。これで一旦乾かします。これね、だいぶこう乾いてきてます。全体的に白く乾いてきてますので、次はこの木固めエースを使います。はい。でこれね、下が硬いからだいぶ硬い。
たいよ。塗った直後はちょっとプラスチックみたいな感じになるんですよ。最初こそあんまり自然じゃないんですけど、だんだんと馴染んできますんで。よし OK、 ここまでやったんで、あともう完璧に乾かして具材に使います。よし、石灰溶合剤と木型名刺で処理した亡骸です。最初これをくっつけ直して何か木につけようと思ったんですけど、ちょっと難しかったので2つに分けたいと思います。で、苗の方は挿し木した図書の苗が結構うちありまして、こういうものとかちょっと曲げつけておいたやつですね。いろいろあります。本来はもうツーンとまっすぐなやつを、土台とかに沿わせながら針金かけて作るのが簡単かなと思うんですけど、私もこういうのしかないので合いそうなやつを選んでみました。これをうまく合わせられそうなやつがこの木ですね。ちょっと値上がりっぽく作ろうと思ってた挿し木の苗なんですけど、これの根元のところにちょうどカポッとはまりそうなので、これで合わせてみたらいいかなと思って候補にしています。で、もう一個、これ最初の姿としてはこういう流れの木だったんですけど、これに合わせられるものを探してみたら、この株立ち状の図書に、向きを変えて、これをこういう風にしてちょうどはまりそうなポイントを見つけましたので、ここに合わせたいなと思ってます。はまる感じではめたいから、ちょうどはまったぞ。ちょうどはまったポイントがあったので、そこにかぶせて鎧をつけたみたいな、そんな感じですね。この毛がちょっとまた太ってきて、ここに食い込んでいくことで外れにくく、針金なしでも一つになる。全体をこういう一本の木に見せていくっていうイメージです。はい。だからこっちでこういけそうだから、できるだけはめられそうなところ、枝の間に破片みたいな枝の間に絡ませつつ、この枝ごとこっち側に回して、芽がこっちからも来てくれたらちゃんとはまりそうですね。よいしょ。はい、ここら辺が強いんで、これをちょっと目立つようにして、このくらいの角度にしてこっちを落として、ちょっと県外っぽい感じにしてもいいかなと思ってます。枯らせてしまった木をこう加工して一つの新しい素材として生かすっていうのも結構面白いもんだなと思います。ということでね、今回ちょっと作業工程が多くて何日かにわたっての撮影になったんですけれども、なんか強そうな素材が1本と、それと割とこっちも好きなんですけど、株立ちでちょっと面白くなりそうな悲しい記憶がこうやって2本の新しい、素材になり、楽しみをまた楽しませてくれるというありがたい作業になりました。これの2作目3作目はまた来年以降あったかくなってからと思いますけれども、覚えてたらまた動画にしてみたいと思います。